おはようございます。安倍義俊です。買ってまいりました。感無量すぎて、なんか今ちょっと感情が無になっている感じですが、とにかくライカの、M11P を買ってきました。ここにロゴがある、こうですね、その赤いバッジがあるのも、普通の、要するに無印の M11 も、ちょっと可愛いなと思ったんだけど、そうですね、ない方が、あの、うん、その、より大人びてるというか、ライカのロゴ無駄って言っちゃって失礼だけど、余計な要素がない、ソリッドな感じが、非常にいいかなと思って。で、最初に思ったのは、でもここにワンポイントがないと、ちょっと、無味乾燥としすぎるかなと思ったんだけど、意外とそこで、ここに白いこのロゴが入ってる、みたいなところで、ちょっとうまくバランスが取れてるっていうか、無駄をそぎ落としすぎた状態にもなりすぎていなくて、適度に、そうだな、なんかワンポイントが入りつつ、絶妙ですね。そして、レンズは、何か言ったのかと思ったんだけど、そうですね、何か次に一個大きな仕事をしたところで自分へのご褒美的なことで考えてみようかなと思うけど、今のところは、手持ちのレンズと今撮っている、ちょっとこれだけ、一本、新しい、ちゃんと映る、要するに僕の持ってるみたいな、ちょっとレンズが曇ってるところじゃない、オールドレンズじゃない、新品のレンズ1本持っとこうということで、北斗レンダーのカラースコパーの、21mmF3.5 かですね、を買ってみました。これでちょっとしばらくもう無駄遣いをしない生活にって感じですけど、でやっていこうと思います。なので、まだ自分自身が多分これを使いこなしきれないというか、その性能を出しきれない気がするんで、オールドレンズ、自分の手持ちのオールドレンズとか、その北斗レンダーのカラースコパーとかで練習しつつ、そうだね、いつか、純正のライカのレンズつけた時に何かちょっと感動できるぐらいの違いが、感じ取れるぐらい何か経験値を高めておきたいかなと思ってます。自分的には、だから、そうだな、結果的に、もうタイミング的に今しかないということで M11 な P に行ってしまったけど、気持ち的にはこう、よく自分はだから泥を這うようにって言うけど、昔の、例えばだからM8 とか M9 とか、その辺の古い、それこそだからCCD センサーのM 型のライカの中古のやつを見つけて、そこから入っていって、四苦八苦しながら、次、そこである程度何か自分の中で分かるところが、こう経験値が溜まってきたところで、満を持して M11 とか、その頃にもしかすると M12 が出ちゃってるかもしれないですけど、あたりに行ってみるのはどうかみたいな、計画を立てていたわけですけど、結果的に言うと何かこう一足飛びに頂点に、今のところのなんかこう頂点に行ってしまった感じはあります。言ったからには、これを使いこなせるように、ちょっと、全力を全力をというか、頑張りたいと思います。なんか考えがまとまらない。そして、本当に、自分一人だったら多分ね、やっぱりビビって、ライカショップ、なかなかに入れないですね。で、なので、本当に西田渉さん、ドリキンさんの紹介があって、西田渉さんがついてきてくれることになって、結果的に言うと、いろいろ、説明してくれて、で、買ってお店出た後、ちょっと祝杯あげましょうって言ってくれて、ちょっと近くのお蕎麦屋さんで、だいぶ話し込んで、非常に有益であったり、楽しかったです。本当にありがとうございました。結果的に言うと、ちょっとなんか、おごっていただいちゃったりして、ちょっといつか、ちゃんと恩返しをしたいと思ってます。そうですね。で、これで、銀座だったんです。銀座の街をちょっと取ってから帰ろうかなと思ったんだけど、何しろ荷物が多すぎて、僕はだからちょっと張り切りすぎて、レンズ、つけてみようと思ったレンズ3本ぐらい持ってったら、もう本当に荷物が重すぎたのと、失敗したなと思ったのは、やっぱマニュアルフォーカスのレンズのカメラを扱おうと思ったら、絶対に両手が、フルで必要じゃないですか。ちょっと片手で撮るみたいな、ことができないので、僕ちょっと両手に荷物持っちゃったんで、もうどうにもなんなくて、帰ってきちゃって。だから写真まだほとんど撮ってないんですよ。4、5枚しか撮ってなくて。でも、そのレンジファインダーでのピント合わせの練習みたいな感じで、ちょっと撮った写真とかも、なんか、自分の曇ってるエルマーの味みたいなものもあるんだけど、
これをだからその今までの昔使ってたその α7 とか7.2とか、まあ、今ここで撮ってるシグマの FPL とかで、撮った時ともまたちょっと違う写りをしていて面白いなと思いましたね。やっぱりセンサーとかそのカメラによって出てくる絵がだいぶ違う。で、あとはだからそのまだまだちょっとネットで今説明書をやっと見つけてそれをダウンロードして、ちびちびと読みながらっていうところで、まだ全然使いこなせていなくて、まず本体から USB のケーブルでデータを送るのでちょっと一苦労になっちゃって、iPhone に今データを送るのに成功して、それはでもなんかね、純正ケーブルじゃないと、iPhone 認識してくれなくて、なんかあるんでしょうかね。なんか普通の、この間レビューをしたマグテームのケーブル、これも仕様的には多分かなり、いいケーブルだと思うんですけど、こいつでは認識してくれなくて。で、USB でパソコンにつなぐ方も、今、PTP にモード切り替えて、やっとうまくいったんで、iPhone につなぎたければ、iPhone の方にライカのもうすぐに子供が YouTube のその再生1時間半に制限したらもう再生を延長して延長してっていうのがすぐに来る。なんだっけ、そのライカのアプリが非常にちょっとびっくりした。ライカ T の頃にもちょっと使ったことがあったんだけど、非常によくできていて、なんでしょうね、イメージ的にはなんとなくこう、ライカみたいなメーカーはアプリの制作とか苦手なイメージが失礼ながらあったんだけど、なんかよくできていて、サクサクっと転送ができて、ライトルームの方に撮った写真を投げてくれて、そっちで編集して、みたいなこともできたりして、なので、ちょっとびっくりしました。なので、出先で写真撮って、それを例えばすぐに SNS に1枚アップしたいみたいに思ったら、このアプリで転送して、みたいなことは結構簡単にできそうな気がします。で、パソコンの方にも、なんかうまく繋がなくて、これ毎回、バッテリー蓋開けて SD カードを取り出すのは大変だなと思ってたんだけど、それもまあまあ、ちょっと僕が設定、勘違いしてただけで、ちゃんと PTP っていうモードの方にしたら、すぐにパソコンの方で認識してくれて、マスストレージみたいに、ライカのこの SD カードをバッと認識してくれるんじゃなくて、写真を取り込むモードで、Mac で言ったら、イメージキャプチャーっていうアプリから、取り込むっていうモードだったんだけど、まあまあ、できたんでよかったです。あとはまだレンジファインダーの使い方でまごまごしたりとか、これしばらく使い続けないと慣れないですね。僕は乱視持ちで村田レンジさんにこの間日曜日のコミティアで話聞いた時に、乱視あるとレンジファインダーでピント合わせるのちょっと難しいかもよって言われて大丈夫かなと思ったんだけど、村田さんにその時に、ライカの P の246だっけ、動画機能がちょっとついてるみたいなライカのモデルを触らせてもらってレンジファインダーちょっといじってみて、僕の場合なんだろうな、右目がもしかすると乱視の方向が縦なのかな、なんかそんなに乱視の影響でっていう状況でもなくて、ファインダー自体はすごく見えやすくて良かったです。あとはそうだな、お店で西田さんと話してる時に、この僕がつけたエルマーはなんかうまくレンジファインダーでここまでピントで言うとこの辺まではレンジファインダーの像が動いてくれるんだけど、ここからは上げても下げてもうまく動かないみたいな状態になってて、あれあれってなってて、その時はだからマウントアダプターが何ミリから何ミリまでみたいななんかね、規格があるんですよね。それで対応してないのかと思ったけど、今、やったら動いたんで、もしかすると、きちっとはめ込まれてなかったのかもしれないですね。今のところだから、その写真をあまり撮れずに帰ってきちゃったんで、まだこれを握って、おおって思ってる状態であります。なんかこれをなんか寝るときに枕元になんかこう置いて寝たくなっちゃうけど、僕の2段ベッド、ロフトのベッドの2段目なんで、落っことしたらおしまいなんで、それもできないんで、大事に大事に使っていこうと思います。なんかしばらくはもう傷つけたりしたらどうしようみたいな怖くて、すごいおっかなびっくりの運用になりそうだけど、もっとガシガシ使う覚悟で、やっていきたいなとは思います。ということでした。まあ、とりあえず、なんでしょう、朝の買う前のなんかモニャモニャした動画と今の、結局買ってきたけど結構モニャモニャしてるかな。なんか、でもなんか心的には今なんか無の境地みたいな。もうちょっとしたらこれが自分のもんなんだっていうこう実感みたいなものがじわじわと出てくるんじゃないかなと思います。帰ってきて、すぐの状態の、まあちょっと話してみましたっていう動画でした。ありがとうございました。いやー、なんか
LSK の皆さんも割とそのライカ P に結局行った方が多くて、ドリキンさんが無印のライカでなんか僕はやっぱり P にしましたって言ったらみんなP に行っちゃうみたいなのでちょっとなんか寂しそうにしてたみたいですけど、いやの無印のやっぱりここに赤いのあるのはやっぱそれはそれでデザイン的にやっぱねすごくいいんですよ。最後まで迷ってデザイン的にはいやここまで来ても今もだから赤いバッジがあるのも良かったなみたいなことを思ったり思わなかったりみたいなことは言ったり来たりしてますね。自分の中ではなんかその内部ストレージが256ギガみたいな、64で全然十分とは思うんだけど、でも何かあった時の安心感みたいなことも含めて256と、あとガラスが頑丈みたいなのももしかしたら僕を落っことすかもしれないからその時に耐えてくれるかもしれなかったりとかいろいろ思って、僕は P にしましたけど、もうなんか話すと同じことをぐるぐるしちゃいそう。ということでした。はい。今日、もうグダグダな動画ですみません。ありがとうございました。明日以降、何か写真を、見せたりとかしていこうと思っております。ちゃんと仕事もちゃんとやります。頑張ります。はい。ということでした。ありがとうございました。ではでは。